本日はいつものカーナバルさんの釣りの当たりは大きいけど、全く当たらないし、当たってもあだではない、オリッパの開封ですが、いつものごとく喋ることがないので、今日は深夜の庭に立つ男を話したいかと思います。トレカ開封をしながら、昔の実体験怪談を語る。名付けて、トレ怪談開幕です。ところで、バイオハザードってゲーム知ってます？知ってるわよ。一作目からずっと遊んでるわ。あのゲームに出てくるタイラントに会ったことがあります。何それ？まあ、ゲームを遊んだ時にタイラントを見て、あいつだ、こいつ、知ってる。って、子供の頃のことを思い出したって話なんですが、私の年齢でも珍しいんじゃないかな、と思うのですが、子供の時の家の中にトイレはなく、家の庭先にトイレがありました。街トイレですね。ああ、聞いたことあるわ。昔のトイレって、外に作っててところが多かったのよね。そうです。水洗トイレもない時代で、ボットントイレなので、匂いとかの問題も含めて、家の外に作る方が合理的だったのでしょうね。だから、夜にトイレに行くのは、すごく怖かったです。そうね、子供の頃なら、なおさら嫌だったかもね。はい。街灯も少ないし、竹や木に囲まれた庭先にあったので、結構真っ暗でしたし。でも、暗いから怖かったというより、たまに人影が立っているのが嫌だったんです。何それ？家の裏口からトイレに向かうんですけど、左手に庭が見えるんですが、真っ暗な庭の中に大きな子供の時の自分の数倍はあるんじゃないかっていう、自分はモンスター図鑑で見たフランケンシュタインみたいだって思ってたんですが、それくらい大きな真っ黒い人影が立っている時があったんです。ただ、立っているだけだし、こっちを見てなかったし、帽子のようなものを深く覆っていて、いつも見えるのは背中だったし、で、気にしないことにしたんです。トイレに行くときは、庭の方を見ない、気にしないことにして、うつむき加減で、まっすぐに、トイレの方だけを見て、用を出したら、まっすぐ同様に、うつむき加減で足早に戻る。そんな夜のトイレでした。でも、ある日のこと、夜中、トイレに行きたくなり、いつものように、裏口から外に出て、やや、小走りに、トイレに、足を数歩踏み出したとき、ビクッとしました。いつも庭にいた、あのフランケンシュタインが、今日は、トイレの前で、こちらに背中を向けて立っていました。トイレを覆い隠すくらいの大きさでした。月明かりで、いつもより、はっきり見えました。古びた真っ黒のコートを着ていて、つばのついた帽子をかぶっていて、愕然としました。なんで、今日は、トイレの前に、呆然と立ち尽くしていると、その大きな影が、左手を上げて、帽子を押さえるように頭に手を当てて、ゆっくりとこちらを振り向いたんです。月明かり、逆光でもあったので、顔ははっきりと見えませんでしたが、ぼんやりと目らしきところが、赤黒く見えて、それで、どうしたの？ただひたすらギャン泣きです。夜中に、子供が裏口で漏らしながら大泣きをしているので、ちょっとした騒ぎになってしまいましたよ。いつしか、その影は消えていたようですが、あまり、その後のことは覚えてないし、この記憶自体、本当に小さな頃だったので、いつしか忘れてたのですが、最初の話、バイオハザード2をやった時に、タイラントを見て、記憶が戻りました。そわそわっと、あいつだって、記憶が戻るくらいに、イメージ的にはそっくりでした。なので、自分は、タイラントに会ったことがあるんです。タイラントって、本当にいたのね。ところで、なんで、そんなものが、庭にいつもいたのかしら？正直、わかりませんが、実家って、お寺のお墓の、すぐ横にあったので、多少、何か関係があるというか、道があるのかな、って漠然と思っていました。母親に、そういう話を聞いたときに、母親は、何か、頑くなに、そういう話をしなかったのですが、一度だけ、まあ、火の玉ならよく見るけど、って言っていましたし、開封の方も終わってるわね。一応、マリンセス枠はアルゴノートはアド枠なのかしら？他に、何か、拾い忘れてる面白いカードがあったらコメントで教えてください。ではでは、引き弱すぎて、語ることがなさすぎるときは、また、トレ怪談で、お会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はぐれメタクロスのチャンネル、あかねずら、ポケカ、遊戯王でした。